重症ひどい肩こり、いわゆる難治性肩こりを治す方法を教えます。その2ということでお話していきたいと思います。はい、その2。その2があるということはその1があるんですね。そうですね。その1では医療×オーダーメイド枕っていうお話をしました。しっかりとこの医療というところを押さえていただいた上で、次は布団やマットレスとオーダーメイド枕という合わせ技で重症の肩こりを治療していきたいと思います。覚えてますか？その1の内容。重症の肩こりってどういうことでしたか？はい、もちろん自分自身がひどく思って辛いっていうものもありますし、医師から見てこれはひどい肩こりだっていうのもありますし、あとはなかなか治らなくてずっと続く肩こり、そうですね。その通りですね。長く続いちゃうとメンタルも病んでくるので、やっぱりこれ重症になっていく、なかなかその辛さから抜け出せなくなっていくということが起こり得ます。はい、その1は医療で治そうということでしたが、第2弾はお布団やマットレスという寝台の方と枕、こちらですね。オーダーメイド枕、これで治していこうという企画なわけです。まずは肩こりやそれに伴う頭痛やめまいや、首の痛み、そういった場合、病院クリニックに行って見てもらったとしましょう。そこでさまざまな検査、そして診断がついて治療をしたとしても、最終的にどうもこの肩こりがやっぱり取れないということが起こることは少なくないんですね。それは何でかというと、私的にはどんなにそういう治療をしっかり行ったとしても、家に帰ってきて一晩悪い睡眠姿勢で寝てしまって朝を迎えたら、せっかくやった治療が元の木阿弥無駄になってしまうぐらい影響が大きいのがこの寝具なんですね。自分でこういったいい姿勢で寝たい、のびのび寝たい、楽に寝たい思っても、どうやってそういう格好をしたらいいのか、それは寝具によって条件が決まってしまうんですね。つまり睡眠中の良い姿勢とは、寝具選びで決定されてしまうということです。先生、枕のみでなく布団もすごく大事ですね。そうですよ。はい、これまでですね、私たちが非常に厳密に枕の高さを5ミリ単位で調節してきても、なぜか計測所では体が楽で寝返りがスムーズにできたのに、お家に持って帰って家のベッドで寝てみると、なんだか計測所で測った時とは枕の感触が違うとか、朝になると枕がずれちゃってる、飛んじゃってるなんてことが起こりうるんですね。これが何の原因で起こってるかっていうと、土台、敷物の問題なんです。多くはお布団であったりマットレスであったり、布団っていうのもこの硬さとか厚みとか、全然違うじゃないですか。一口に畳にお布団1枚引いてますって言っても、なかなかそれが自分の体に合っているのか。高い、マットレスを家具屋さんで買ってきました。お金は高かったけど、値段は高かったけど、本当にそれって私の体に合ってるの？なかなか疑問ですよね。もっと言えば経年劣化、20年25年長く使っているお布団やマットレスでは当然へたりが起こってきます。それも均一なへたりではなくて、部分的な局所的なへたりが起こってくると、そもそも寝てるところに段差ができてしまうんですね。これでは枕と適合が良いはずがありません。だから寝台、布団やマットレスとかける枕のこの関係が大切なんです。では先生、布団の条件はどんなのが大事でしょうか？そうですね。じゃあこれを簡潔にお教えしますね。3大条件っていうのがあります。こちらご覧ください。布団やマットレスの3大条件、1、2、3ですね。
まず最も大事なのが硬さ。腰が沈まない硬さです。例えば布団であれば、どのように中に羽毛や綿が敷き詰められているのか、厚さはどのぐらいなのか、そして、マットレスであればコイルスプリングならどのような硬さなのかということが大事になってきます。いずれにしても腰が沈まないように寝返りが打ちやすいということが私たちは基準となる硬さだと考えています。第2に、表面が平ら。表面が平らって当たり前だよねって思ってるかもしれませんが、実はお布団に結構ステッチっていうのがあったりするんですね。このステッチが不必要にボコーンボコーンと深くなってたり、もしくは布団であれば内容物が寄ってしまって偏ってしまって、綿が少ないところと綿が多いところができてしまったり、笑い事じゃなく本当にあるんですよ。そういった、お布団の表面が平らでない状態が起こってるっていうのは良くないです。あとね、汗かきますか？結構寝汗はかきますね。寝汗かきますか？はい、寝汗かくとね、汗かいたところだけ素材が傷んでいくんですね。そういったことによっても凹凸が起こってしまう。そこに溝に体がはまるようになると、スムーズな寝返りができなくなってしまいます。では第3の条件、それが素材です。通気性、保温性、保湿性に優れたものを選んでいただければと思います。例えば夜中に寝てて、なんか背中が熱いなみたいな、掛け布団が吐いちゃったり、そういうことってないですか？よくありますね。夏場は特にありますよね。実は寝ている間も人間は適切に体温調節をしているんですね。そこで問題になるのが、掛け布団や敷布団によるこの厚さです。往々にして自分の体温を含めて床内温度、布団の中の温度っていうのは暑くなりすぎることあるので、やはり通気性が良くてもかつ保温性保湿性が優れたもの、快適に過ごせるというこの素材選びも重要になってきます。3大条件、硬さ、表面が平ら、そして適切な素材、これを選んでいただくことが重要になります。今日は、ひどい肩こり、難治性の肩こりの患者様、お客様、どうか諦めずに枕のみでなく布団やマットレスという寝具の条件を整えるということから丁寧に始めていただいて、しっかりと長年続く難治性重症の肩こりを治してくださいというメッセージでした。今晩からぜひやってみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。